ポポズガーデンへようこそ。今回は阿弥陀様が見守る本堂でカードを開いていきます。肩の力を抜いて、私の隣に座っているような気持ちでゆっくり楽しんでくださいね。今日お迎えした3枚です。あなたに一番響く1枚を選んでみてください。迷った時はこちらのハスの葉からどうぞ。それでは1番さんから始めましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードのところへどうぞ。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚は仏様からあなたへカードを通してメッセージをいただきました。これは窓めくらずに最後に一緒に見ていきましょう。それでは1番さん、リーディングを始めます。まず見ていくのは、今のあなたが求めているもの。こちらのカードは天使からの贈り物オラクルカードです。0番、サンライズ、マウント富士、朝日が昇った富士山のカード。力強くけれどどこか優しい朝の光がその山肌を照らしています。空には新しい朝を祝福するように天使たちが待っていますね。このカードの番号は0、始まり、リセット、無限の可能性、そんな意味を持つ数字です。今あなたが心から求めているもの、それは新しい始まり。もう一度信じてみたい、そんな希望があなたの胸の奥でこの朝日のように燃えています。けれど新しい朝を迎える前には夜を越えてきた時間があります。このカードはあなたがこれまで歩んできた時間にもちゃんと意味があったことを教えてくれています。こちらの2枚はインフィニットドアタロット、無限の扉という名の通り、一枚一枚が心の奥へと続く扉のようなカードです。ここではあなたにとっての仏様をカードを通して見つめていきます。あなたにとって仏様はどのような存在なのでしょうか。まずは1枚目、現れたのはソードの5。乾いた砂漠の中に何本かの剣が突き刺さっています。その中心で一つの熟したザクロが剣に貫かれていますね。ぱっくりと割れた実の中から鮮やかな赤い種が砂の上にこぼれ落ちています。ソードの5は葛藤や何かを失うことを象徴するカード。あなたにとっての仏様、それはあなたが人生の中で傷つき、もうこれ以上は戦えないと立ち尽くした時、深く感じるようになる存在。割れてしまったザクロのようにバラバラに散らばってしまったあなたの努力や
涙。仏様はその痛みをすべて知っています。人は時に苦しみの中で初めて見えない大いなる存在へと心を向けることがあります。プライドも抱えていた荷物もすべて砂の上にこぼれ落ちて、両手が空っぽになった時、その傷口にそっと手を当ててくれるのが仏様です。このカードはあなたに伝えています。傷ついたこと、何かを失ったこと、諦めたこと、それらは決して無駄な敗北ではありません。その痛みのひび割れは本当に大切なものへと続く扉になることがあるのです。続いて2枚目。その仏様からあなたは何を受け取っているのでしょうか。現れたのはソードの3。深い悲しみや傷心を表すカード。ハートに3本の剣が刺さっているのに、そのハートには小さな花が咲いています。雨雲の中でもその花は静かに息をしている。仏様はあなたの痛みの中に必ず再生の芽を見つけてくれる存在ですと、このカードは伝えています。あなたが傷ついた時、その傷を否定したり、早く忘れなさいとせかしたりはしません。痛みを痛みのまま受け止めて、その奥にあるまだ花が咲ける場所をそっと照らしてくれる存在。あなたが涙を流したとき、その涙を弱さとは見ません。そこにあるあなたの優しさ、大切にしてきたものを受け取ってくれます。気づきと安心、本音を見つめる勇気、そして再び咲く力。あなたがもうダメかもしれないと思った場所にも、仏様はその花が咲いていることを忘れません。この2枚からあなたは悲しみを乗り越える力を持っている。仏様はそう伝えています。次の2枚のカードでは、仏様にとってのあなたを見ていきます。仏様はあなたのどんな本質を見つめているのでしょうか。少し緊張してしまいますね。こちらはスターチャイルドタロット。星空のような静けさを感じる、とっても美しいカードです。ダイアルカナ3番、エンプレス女帝。足元には色鮮やかな花々やキノコが咲き、背後には大きな満月のような光が輝いています。白いドレスを着た女性が胸に両手を当て佇んでいますね。女帝は育む力や満ちていく力を象徴するカード。仏様はあなたのことを豊かさを生み出す存在として見ています。誰かを思いやる優しさ、美しいものに感動する心、そしてあなたの内側にあるクリエイティブな才能。例えば花を飾ること、料理を作ること、誰かを思いやる言葉を届けること、
そんな日々の小さな想像もその一つです。あなたは自分自身のことを空っぽで傷だらけのザクロのようと思っていた時期もあるかもしれません。けれど仏様はその傷の奥にある枯れることのない生命力を、そしてあなたがもともと持っている豊かな愛をずっと信じて見つめていました。あなたはただそこにいるだけで周りを優しく包む人。ではそんなあなたを仏様はどんな風に見守ってきたのでしょうか。2枚目のカードはカップの8です。深い森の中、一本の細い道に8つのカップが並んでいます。一人の女性がその場を後にしながら、これまで大切にしてきたカップたちを眺めていますね。それらは思い出、関係、役割、あなたが長い時間をかけて抱えてきたもの。でもその背中はどこか決意を帯びています。あなたは自分の心を取り戻すためにいくつもの手放す選択をしてきた人とこのカードは伝えています。その選択の一つ一つを仏様はずっと見守ってきました。誰にも言えなかった別れ、胸の奥で静かに区切りをつけた時間、自分の幸せを選び直した日。それでも仏様は責めることなく、ただそばにいてくれました。あなたが背を向けたのは逃げではなく、あなたの心がもう痛まない場所へ向かうための選択。仏様はその選択を弱さではなく勇気として受け止めています。では最後に仏様からあなたへメッセージをいただきます。こちらは日本の浄土オラクルカードです。はい。10番。オウム。鎮護で法を説く鳥。口先だけではなく心を込めた言葉を。群青色の夜空のような背景に星たちが瞬き、木の枝には3匹のオウムが羽を休めています。浄土では人の言葉を話すと言われる鳥たちです。だからこそこのカードは言葉そのものではなく、その言葉に宿る心を見つめています。仏様はあなたにこう伝えています。あなたの言葉には誰かの心をそっと照らす力がありますよ。飾らないあなたの言葉を大切にしてください。あなたが本音で話すとき、その言葉は必ず届きます。あなたはこれまでたくさんの思いを抱えながら歩いてきました。言えなかったことも、胸の奥にしまってきたことも、きっといくつもあったはず。でも今、あなたは新しい始まりの場所に立っています。その始まりを開いていく鍵は、あなたの心が本当に求めている希望の声。あなたが自分自身に正直になれるよう、仏様はこれからもその声を一番
近くで聞き続けてくれますよ。はい、このようなリーディングになりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日まで。ありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚は仏様からあなたへカードを通してメッセージをいただきました。これはまだめくらずに最後に一緒に見ていきましょう。それでは2番さんリーディングを始めます。まず見ていくのは今のあなたが求めているもの。こちらは天使からの贈り物オラクルカードです。20番ボーディサッタ、黄金に輝く菩薩様のカード。大きなハスの花の上に菩薩様が座っていらっしゃいます。右手を頬に当てて穏やかな微笑みを浮かべておられますね。今あなたが心から求めているもの、それは安心できる場所。日々の生活の中で苦しいことや悲しいこと、あるいは壁にぶつかって身動きが取れなくなるような時があったのかもしれません。誰も私の話を聞いてくれないと孤独を感じる夜もあったのではないでしょうか。この菩薩様はそんなあなたのすべての言い分をそうだったんだねと優しく聞いてくれています。あなたが自分をかっこ悪いと思う日があっても、どんなに後ろ向きな気持ちを抱えていても、菩薩様は決して突き放したり責めたりしません。ただそのままで丸ごと受け止めてくれている。菩薩様は苦しみを抱える人に寄り添い、また歩き出せるよう手を差し伸べてくださる存在。このカードはあなたがもう頑張らなくていいんだと肩の力を抜ける場所を求めていることを示しています。そして菩薩様はその願いにずっと寄り添ってくれています。こちらの2枚はインフィニットドアタロット、無限の扉という名の通り、一枚一枚が心の奥へと続く扉のようなカードです。ここではあなたにとっての仏様をカードを通して見つめていきます。あなたにとって仏様はどのような存在なのでしょうか。まずは1枚目。現れたのはペンタクルのクイーン。乾いた大地の中央にどっしりとした金の玉座が置かれています。そこに座る女王はたわわに実ったぶどうのつると一体となり、胸の前で大きな星の金貨を包み込んでいますね。彼女の顔を覆うベールまでもが豊かな実りで満たされています。ペンタクルのクイーンは受け止める力を象徴するカード。あなたにとっての仏様はいつでもあなたを育み、温かく迎えてくれるふるさとのような存在。あ
なたがどんな状態であっても、よく帰ってきたね、と両手を広げて受け止めてくれる。ただ生きているだけであなたには価値があるんだよ、と仏様は大地のような温かさであなたを包み込んでくれています。では、そんな仏様からあなたは何を受け取っているのでしょうか。2枚目のカードはダイヤルカナ13番です。死神のカード。炎をまとった骸骨が長い鎌を手に立っています。その足元には人々が横たわっていたり、祈るように頭を打たれていますね。この絵柄にも死神という名前にも少し恐怖を感じます。でもこのカードは不吉なメッセージではありません。このカードが象徴しているのは終わりではなく、新しい始まりのための手放し。あなたが仏様から受け取っているもの、それはこれまでの苦しみや荷物をすべてリセットし、新しく生まれ変わるチャンス。仏様に心を向けると、不思議と涙が溢れたり、肩の力がふーっと抜けることはありませんか？それは仏様があなたの古い傷やこうでなければという思い込み、過去の後悔を少しずつほどいてくれているからです。仏様の前に身を置くことで、古い自分を手放し、すべての制限から自由になって、まっさらな本来のあなたへと生まれ変わる。仏様はあなたに究極のデトックスとも言える心の再生を授けてくれています。次の2枚のカードでは、仏様にとってのあなたを見ていきます。仏様はあなたのどんな本質を見つめているのでしょうか。少しドキドキしますね。こちらはスターチャイルドタロット。星空のような静けさを感じるとても美しいカードです。現れたのはカップの6。満天の星空と大きな満月が優しく大地を照らしています。水辺に一人の女性が座り、その先には淡い光を放つ6つの聖杯が並んでいますね。仏様が見つめているあなたの本質、それは純粋で豊かな愛に満ちた子供のような心。あなたは本来この淡く輝く聖杯のように澄み切った感情を持っていて、周りの人に対して純粋な愛を注げる人。仏様はあなたのそんな純粋さも、誰にも言えなかった涙も全部知っています。あなたが過去の出来事に心を揺らした日、どうしてあの時と胸が痛んだ夜、その一つ一つを仏様は見届けていました。そして今も仏様が見つめているのは、傷ついたあなたではありません。その奥にあるあなた本来の心です。では、あなたの歩みを仏様はどのように見守ってこられたのでしょうか。2枚目のカードはソードの3。美しい星雲が広がる空の下。
女性が砂の上に膝を抱えて座っています。その背後には3本の剣が地面に突き刺さっていますね。仏様が見守ってきたあなたの歩み。それは傷つきながらも自分の力で立ち上がろうとしてきたけなげな道のり。一人で抱えてきた悲しみや胸を痛めるような出来事がこれまでの人生で何度もあったのかもしれません。その痛みを抱えながらもあなたらしく生きてきた姿を仏様はずっと見守ってきました。その優しい心をなくさずによくここまで歩んできたね。今はそんな眼差しです。突き刺さった3本の剣はあなたが戦ってきた証です。その歩みを仏様は静かに称えておられるのでしょう。では最後に仏様からあなたへメッセージをいただきます。こちらは日本の浄土オラクルカードです。はい。42番。蓮華が放つ光の仏。時には心をさらけ出して。最後に現れたのは蓮の花から光を放つ仏様のカード。柔らかな色彩が広がり、あなたの胸の奥に明かりを灯すような一枚です。浄土に咲く蓮の花には無数の仏様がおられて、それぞれに光を放っているんだそうですよ。このカードが伝えているメッセージ、それは時には心をさらけ出して。あなたはこれまで言葉にできない思いを抱えながら、それでも優しさを失わずに歩いてきた人だからこそ、仏様は今あなたにこう語りかけています。心を閉じ込めたままにしないで、少しだけ外へ出してみて。心をさらけ出すことは弱さではありません。悲しかったことも、本当は分かってほしかったことも言葉にしてみましょう。その言葉は決して無駄にはなりません。仏様はあなたが安心して心を開ける場所はちゃんとあると伝えてくれています。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚は仏様からあなたへカードを通してメッセージをいただきました。これはまだめくらずに最後に一緒に見ていきましょう。それでは3番さんリーディングを始めます。まず見ていくのは今のあなたが求めているもの。こちらは天使からの贈り物オラクルカードです。35番タレント過料ビンガのカード。まばゆい光の中、
美しい羽を広げて優雅に舞うカリョウビンガが描かれています。とっても華やかでエネルギーに満ちた絵柄ですね。そしてこのカードの名前であるタレントは才能を意味しています。今3番さんが心の中で求めているもの、それは自分に授かった才能をもう一度信じたいという気持ち。あなたはこれまで誰かのために力を尽くしたり、何かを生み出したり、誰かの心を動かす瞬間を重ねてきた人。でも同時に、これでいいのかな？私なんてまだまだ。そんな風に自分の才能を疑ってしまう日もあったのではないでしょうか。そんなあなたに向けて、このカードはこう伝えています。あなたに与えられた才能には意味があります。カリョウビンガは浄土の世界で美しい声を響かせる存在。その声は聞く人を癒し、時には励まし、心に明かりを灯します。あなたの才能も同じです。派手でなくても、大きくなくても、人の心に届く力をちゃんと持っています。そしてその力はあなたが生きてきた道のりの中で育まれてきたもの。授かったものには必ず意味があります。このカードはそのことを思い出させてくれています。はい。こちらの2枚はインフィニットドアタロット、無限の扉という名の通り、一枚一枚が心の奥へと続く扉のようなカードです。ここではあなたにとっての仏様をカードを通して見つめていきます。あなたにとって仏様はどのような存在なのでしょうか。まずは1枚目。現れたのは大アルカナ4番、エンペラー、皇帝のカード。エメラルドグリーンの美しい星空の下、きらめくクリスタルの玉座に、黄金のお牛の頭の皇帝が堂々と腰掛けています。その足元には、知恵の象徴である黄金のリンゴが絶妙なバランスで乗っていますね。あなたにとっての仏様は、ぶれない強さであなたを守り、しっかりと現実を生きる知恵をくれる、とても頼もしい存在です。エンペラーは自分の道を歩く力や現実を切り開く力を象徴するカード。あなたは授かった才能をどう使えばいいのか、どんな形で誰かの役に立てるのか、ずっと考えてきた人。その迷いの中で仏様はあなたに道を整える知恵を与えてくれていました。混乱した心を落ち着かせ、やるべきことを見つけるための指針。あなたがこれだと思える方向へ一歩踏み出す勇気をくれる存在。それがあなたにとっての仏様のようです。では、そんな仏様からあなたは何を受け取っているのでしょうか。2枚目のカードはワンドのページ。始まりやひらめきを表すカード。砂漠の中に不思議な模様のマントをまとった人物が立っています。
手に持つワンドは根を張り出した木のように生命力を宿しています。あなたが仏様から受け取っているもの、それはまだ見ぬ可能性への希望、自分の才能を信じる勇気。エンペラーが示したのは、才能を支える土台としての仏様。そしてワンドのページは、その土台の上で新しい才能が芽吹いていく姿。あなたの中にはまだ花開いていない種がありますよ。仏様はあなたにそう伝えています。あなたがこれまで積み重ねてきた経験、大切にしてきた思い、選んできた道、そのすべてがこれから芽吹く才能を育てる土になっています。次の2枚のカードでは、仏様にとってのあなたを見ていきます。仏様はあなたのどんな本質を見抜いているのでしょうか。少し緊張してしまいますね。こちらはスターチャイルドタロット。星空のような静けさを感じるとっても美しいカードです。現れたのはワンドのキング。月の満ち欠けが描かれた幻想的な空の下、胸元から光を放つ人物が左右対称に前を見据えて佇んでいます。中央には一本のワンドがまっすぐに浮かんでいますね。ワンドのキングは情熱を行動に変える力や人を導く力を意味するカード。仏様が見つめているあなたの本質、それは才能を誰かのために使う力。あなたはこれまで自分の力を自分だけのために使ってきたわけではありません。誰かを励ますために、癒すために、背中を押すために進んできました。あなたが何かを語るとき、何かを作るとき、何かを選ぶとき、その姿を見て誰かが前を向けたり、一歩を踏み出せたりする。その優しさと情熱を仏様はあなたの本質として深く大切にしています。では、あなたの歩みを仏様はどのように見守ってこられたのでしょうか。2枚目のカードはクリスタルの9。満月が静かに輝く夜空、きらめく星たちが星座のように線を結んでいます。その下には青い丘と影のように立つ木々、とても安心感のある一枚ですね。クリスタルの9は積み重ねの成果、努力が形になる瞬間を意味するカード。仏様はあなたがこれまで丁寧に誠実に積み重ねてきた歩みをずっと見守ってきました。見えないところでコツコツと続けてきた努力、誰かのために力を尽くしてきた日々、その一つ一つが夜空のクリスタルのようにあなたの人生の中で光の点となって積み重なっている。その姿を仏様はこの満月のように見つめてきました。たくさんのことを学んできたね。何一つ無駄になっていないよ。そんな優しい眼差しが感じられます。では最後に
仏様からあなたへメッセージをいただきました。こちらは日本の浄土オラクルカードです。はい。27番、明花を捧げる天人。まずは自分から楽しんでみる。星たちがきらめく美しい夜空の中、可愛らしい花びらをいっぱいに抱えて、にっこり微笑む天人さんが描かれています。見ているだけで心が軽くなるような愛らしい絵柄ですね。明花とは浄土に咲いている神聖なお花。天人さんとは浄土に住んでいる存在のこと。浄土の天人さんはすがすがしい朝に他の世界へと出向き、尊い存在にお花を届けるんだそうです。天人さんは義務や仕事としてお花を配っているわけではありません。ただ純粋に誰かを喜ばせることやお花を分かち合うことを自分自身が心から楽しんでいるのです。仏様は今あなたにこう語りかけています。まずはあなたがあなた自身の人生を楽しんで、あなたが喜びを味わうこと、それこそが周りの人の心を明るく照らす光になります。難しく考えなくて大丈夫。にっこり笑って人生のささやかな喜びを味わってごらん。そう言って天人さんもあなたにたくさんの花を降らせてくれていますよ。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。